マジェスタッチシリーズにはチェリー MX 緑軸を搭載した特別なキーボードが存在していたことをご存知でしょうか。今回はフィルコで唯一緑軸モデルがラインナップされていたジャストシステムとフィルコのコラボモデルフィルコマジェスタッチ2リミテッドエディションについてご紹介します。勝手にフィルココレクション。2019年2月8日、ジャストシステムの日本語ワープロソフト一太郎2019の発売を記念して、ジャストシステムとフィルコがコラボレーションしたカスタムキーボード、フィルコマジェスタッチ2リミテッドエディションが発売されました。このコラボモデルは500台の数量限定商品、形状はフルサイズのみで、本体のカラーは漆黒、または赤漆の2色。そしてキースイッチはチェリー MX の赤軸、静音赤軸、緑軸の3種類から選択できる全6種類のラインナップで登場しました。まずは外観を見ていきましょう。なんといっても目立つのがジャストシステムと一太郎のカラーである赤色をまとっていること。漆黒モデルではアッパーフレームは艶のある黒漆ですが、キーキャップが艶やかな赤色となっており、強烈な存在感を放っています。赤漆モデルは全体が深みのある赤漆塗りで、キーキャップは黒色ですが、エスケープキーと後述する ATOC のショートカットキーのみが赤色という構成になっています。右上のフィルコのロゴはフィルコキーボード工房モデルではおなじみの高級感のある金箔で貼り付けられています。さらに右手前側の面にはジャストシステムのロゴが同様に金箔で貼り付けられており、特別なコラボモデルであることを主張します。インジケーター LED の色はどの軸を選んでも青色です。ただし同じ青色でもそれまでのマジェスタッチ2とは異なり、現行のためのグラファイトカラーの LED キャップが装着され、 LED の光が眩しくない改良型になりました。漆塗りの光沢と合わせて高級感がアップする要素になっています。このモデルではプリントスクリーン、スクロールロック、ポーズの3つのキーにジャストシステムの日本語入力システム ATOC のためのショートカットキーが割り当てられています。このキーを使うと ATOC の単語登録や ATOC メニューなどの機能をワンボタンで呼び出すことができます。現代ほど予測変換機能が優れていなかった比較的古くからの一太郎および ATOC のユーザーには地味にありがたい機能だったりします。デフォルトの設定ではこの機能のために本来のプリントスクリーン、スクロールロック、ポーズの3つのキーを使用する際は FN キーを押しながら操作する仕様になっています。ただしこれは FN キーとそれぞれのキーを同時に2秒以上長押しすることで逆転させることができ、通常のプリントスクリーン、スクロールロック、ポーズキーとして使用することも可能です。そのためにキーの表示が逆転したキーキャップも同梱されています。その他にこのキーボードにおける FN キーを使用する操作は右オルトキーにアプリケーションキーが割り当てられているくらいで、最近のマジェスタッチシリーズにあるようなオーディオ操作などの機能は搭載されていません。フィルコマジェスタッチ2リミテッドエディションではチェリー MX の赤軸、静音赤軸、緑軸の3種類が選択できます。特に緑軸はウプ主が知る限りマジェスタッチシリーズとして唯一で、他にこのスイッチが搭載された機種は存在していませんので、とても希少な存在と言えるでしょう。このキースイッチの特徴について少し触れておきます。すぐに打鍵音を聞いてみたい方はチャプターをご確認の上、適宜スキップしてみてください。チェリー MX 緑軸はクリッキータイプのスイッチで、特性の近いスイッチとしては青軸が有名です。ただ青軸と緑軸の決定的な違いはそのオーカー圧です。青軸が60センチニュートンなのに対し、緑軸はなんと80センチニュートン。とにかく重いスイッチになっています。音が大きなクリッキータイプでかつ重い。ということで、一部ではタイプライターのようなスイッチと言われているとかいないとか。ダイアテック公式ホームページでは、緑軸のキースイッチを表す型式表記は掲載されていませんが、
通常モデルでは青軸が MC なのに対し、この限定モデルの緑軸では MGC となっています。それでは打鍵音を順番に聞いてみましょう。赤軸、静音赤軸、緑軸の順番で1キーずつの打鍵音と簡単な文章入力を交互に行っていきます。また緑軸の後に比較用としてマジェスタッチ2の青軸モデルによる打鍵音も収録しました。ぜひ緑軸と青軸の違いがどの程度あるかご参考ください。
フィルコマジェスタッチ2リミテッドエディションは一太郎2019の発売を記念して企画されたジャストシステムとのコラボレーションモデルです。赤と黒の漆塗りに赤色のキーキャップなど随所にジャストシステム一太郎のカラーである赤色をあしらった特別な外観、生粋の日本語ワープロソフトである一太郎と日本の老舗キーボードブランドであるフィルコが日本の伝統工芸により融合されているジャパニーズソウルにあふれた見事な商品です。キースイッチは赤軸、静音赤軸、そして緑軸が選択できました。特に緑軸はマジェスタッチ史上これまでのところ唯一の選択肢となっています。500台の限定生産のうち緑軸モデルが何台販売されたのかは不明ですが、かなりのレアモデルであると推測します。またマジェスタッチのフルサイズ優先モデルとしては初めて FN キーが搭載され、一部特殊な操作が行えるようになったことと、インジケーター LED の眩しさを抑えるグラファイトカラーの LED キャップが装着されたことなど、フィルコとして初めての要素が取り入れられています。これは後にマジェスタッチ2スペシャルエディションと呼ばれる機種に反映されます。具体的にはマジェスタッチ2の派生機種として登場するマジェスタッチ 2SS、マジェスタッチ 2SC、マジェスタッチルミ S などがこれに該当します。ただ、いずれの機種にも緑軸のラインナップは存在せず、大人の事情で採用が見送られたものと考えています。ということで今回は、フィルコ唯一の緑軸搭載、漆塗り、そして限定500台のコラボモデル、フィルコマジェスタッチ2リミテッドエディションについてご紹介しました。緑軸の感想や、今後フィルコに期待したいコラボモデルなどについて、ぜひコメント欄に書き込んでみてくださいね。ちなみに、私が初めて触れた一太郎は5インチフロッピーディスク時代の DOS 版のバージョン 3.1 で、ATOC パスポートはサービス開始当初から継続して課金し続けている。さらに子供のお勉強用タブレットはスマイルゼミを持っているくらいにはジャストシステムユーザーで、今でも一太郎のエスケープキーメニューを暗記しているくらいには変態です。変態かよ。ジャストシステムさん、またいつかコラボしてくれたら、という期待を胸に、今回の動画を終わりたいと思います。ここまでのご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントをいただけると、うぷ主がとてつもなく喜びますので、ぜひぜひお願いいたします。また次回の動画でお目にかかりましょう。バイバーイ。